皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。自然界の現象は意図的でなければ基本的に自然形的に起こります。私たちはこのことを理解しているからこそ多くの知恵を絞り、この問題に対処しようとします。今回は、もし世の中の現象が線形的に起こるとしたら、どのようなメリット、デメリットがあるかについて簡単に考え、加えて数式モデリングの重要性を説明します。次のような簡単な例を考えましょう。A 地点から 200km 離れた B 地点まで自動車で移動します。車の時速は 50km です。B 地点に到達するには何時間かかるでしょう。答えは 200km を 50km/h で割ることで4時間と求められます。この時間は自動車が途中で止まったり速度を大きく変化させなければかなり正確な値です。このように簡単に到達時間を予測できる理由は、自動車の速度が始終一定であるからです。今、縦軸に移動距離を、横軸に移動時間を取り、両方の関係を表すと図のようになります。これより距離と時間の関係は直線的、すなわち線形であることがわかります。縦軸の 200km の点から横軸と平行に引いた直線と関数関係を表す直線が交わる点の x 座標が到達時間となります。現象が線形的に起こるからこそ時間の正確な予測が簡単であるというわけです。次の例は化学反応です。分子 A が触媒の作用により別の分子へ0次反応で変化します。別の動画第2章2の7で話していますが、0次反応は始終一定の速度で進みましたね。今、反応速度乗数を K、A の濃度をイタリックの A、時間を t で表します。A の初濃度が A0 であるとき、A が0になる時間はいくらでしょうか。0次反応なので、反応速度式は1式で表されます。初期条件は t イコール0で a イコール a0 となります。1式は a の減少速度が一定値 k であり、この化学反応が線形的に変化することを示唆します。1式の解を求めるため、3式のように積分します。これにより4式を得ます。ここで a イコール0と置き、これを t について解きます。これにより A がすべて変化する時間として5式を得ます。計算式の結果を図で表すと次のようになります。この化学反応の例においても変化速度が一定、すなわち線形であることから目的の時間を正確に計算することができます。昨今、
テレビで大食いの人が限られた時間内に大量の料理を平らげてしまう番組がよく放送されています。前述のことから明らかなように、さらに盛られた大量の料理を常に一定の速度で食べるならば、料理がなくなる時間を正確に予測することができるようになります。また、食べてしまった料理を胃や腸が一定の速度で消化するならば、次の排便の時刻を予測することができ、便利であるかもしれません。しかし、決してそのようにはならないですね。しばらくすると、単調な味が続いて食べ飽きてしまったり、胃が膨れてもたれたりします。そして脳が食べるのをやめよという信号を出し、食べる速度が遅くなります。また、胃や腸での消化は一定でなく、体調によっても変化するので、排便の時刻を予測するのも困難です。現象が線形であれば予測が可能になるという点では、このような世界は一見便利なようです。しかし、世の中の現象は一定の速度で進んでくれません。これは化学反応の現象から明白です。限られた体積の空間において、分子は基本的に均一になろうとします。これは分子が環境に合わせエネルギーを最小にして安定になろうとするからです。反応分子が化学反応により別の分子に変化すると、反応分子は時間の経過とともにその濃度を低下します。化学反応は分子同士の衝突により起こるので、濃度が低下すると分子の衝突の機会が少なくなり、徐々に分解速度が低下します。反応速度は図中の曲線の勾配なので、その値が次第に小さくなっていることがわかります。その結果、濃度がゼロになる時刻を簡単には予測できなくなります。自然界の現象は基本的に非線形的に起こります。ニュートンやライプニッツはこのような自然現象の変化に気づき、これを何とかして式で表そうとして微分の着想に至ったものと考えられます。これにより現象を記述するのに微分方程式モデルが作られるようになりました。固定化酵素反応を例として示しますが、物質移動を伴う化学反応の数式モデリングでは、現象が起こるシステムに有現象の区間を設け、ここで分子の流入、流出と化学反応に対して物質収支を取ります。次に、得られた物質収支式において有現象区間を無限に小さくして微分方程式を導きます。詳細は過去のいくつかの動画を視聴してください。わざわざこのような操作を行うのは、システム内の場所ごとに化学反応や物質移動の速度が異なるからです。言い換えれば現象が非線形であるからです。微分方程式モデルを立てたら、次はこれを解かなければなりません。
もし現象が線形であれば、微分方程式を解析的に解くことができるでしょう。しかし、多くの数式モデルは非線形であるため、微分方程式のタイプに応じた数値計算法の導入が強いられます。世界が線形現象で支配されていれば、科学者はこの世界に興味を失ってしまうことでしょう。予測が難しいからこそ、我々は深く考えて解決策を求めようとします。このような作業を繰り返してきたことで、人類は賢くなったのだと思います。また、解決策を探すことに生きがいを見出すこともあったでしょう。このような議論は際限なくでき、終わりがないので、このくらいでやめることにします。皆さんも線形、非線形の世界の違いについて考えてみてください。きっと私と違う例を見つけ、より面白い議論ができると思います。いずれにせよ、人間は自然の非線形現象に縛られており、この問題を解決しようと努力をしなければならないのです。私が数式モデリングに興味を持ったのは、自然現象が非線形であり、与えられる問題の解決に数学の力を借りなければならないからであると思います。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。